こんにちは、けこです。ご視聴いただきありがとうございます。今回はダイソーさんのこちらの毛糸でマフラーみたいなヘアリボンを編んでいきます。一つあればいろいろアレンジして使うことができます。すぐ編めるサイズなので冬のおしゃれにぜひ編んでみていただけると嬉しいです。一玉で何本か編めるのでリボンのヘアゴムにしても可愛いです。使用する材料はこちらです。動画ではダイソーさんのフラッフィーの毛糸を使用しています。かぎ針は5号を使用して編んでいます。太めのリボンにしたい方は大きい針を使用して編んでも大丈夫です。それでは編んでいきましょう。1段目の編み図がこちらです。最初に鎖1つ編みます。ここから鎖3つで立ち上げます。1、2、3。鎖3つの立ち上げができたら、1つ目の鎖の裏山に針を入れて長編みを2回編んでいきます。鎖の裏山がわからないという方、大丈夫です。今回ふわふわの毛糸であまり編み目が目立たないので、とりあえず1つ目の鎖のどこかに針を入れて長編みが編めれば大丈夫です。あまり細かく気にせず楽しく編んでいきましょう。長編みを1回、2回編みます。これで1段目が完成です。2段目の編み図はこちらです。1段目の編み終わりから裏にして鎖1、2、3で立ち上げます。下の段のこの部分に針を入れて長編みを1回、鎖同じ編み目に長編みをもう1回編みます。最後に下の段の鎖1、2、3で立ち上げた3つ目に針を入れて長編みを1回編みます。これで2段目が完成です。3段目の編み図がこちらです。2段目の編み終わりから裏にして鎖1、2、3で立ち上げます。下の段のこの部分に針を入れて長編みを1回、鎖を1つ編んで同じ編み目に長編みをもう1回、次にこの部分に針を入れて長編みを1回、鎖を1回編んで
同じ編み目に長編みをもう一回、最後に下の段の鎖1、2、3で立ち上げた3つ目に針を入れて長編みをもう一回編みます。これで3段目が完成です。4段目の編み図がこちらです。3段目の編み終わりから裏にして鎖1、2、3で立ち上げます。下の段のこの部分に針を入れて長編みを1回、鎖を1つ編んで同じところに長編みをもう1回編みます。次に下の段のこの部分に針を入れて長編みを1回、鎖を1つ編んで同じところに長編みをもう1回編みます。最後に下の段の鎖1、2、3で立ち上げた3つ目に長編みを1回編みます。これで4段目が完成です。5段目も同じ編み方の繰り返しになります。4段目の編み終わりから裏にして鎖1、2、3で立ち上げます。下の段のこの部分に長編み、鎖、同じところに針を入れて長編みをもう一回編みます。下の段のこの部分に針を入れて長編み、鎖、もう一度同じところに針を入れて長編みを編みます。最後に下の段の鎖1、2、3で立ち上げた3つ目に針を入れて長編みを1回編みます。これで5段目が完成です。6段目も同じ編み方の繰り返しになります。5段目の編み終わりから裏にして鎖1、2、3で立ち上げ、下の段のこの部分に長編み、鎖、長編みを編みます。下の段のこの部分に針を入れて長編み、鎖、長編みを編みます。最後に下の段の鎖3つで立ち上げた3つ目に針を入れて長編みを1回編みます。これで6段目までが完成です。7段目からも同じ編み方の繰り返しで編みたい長さの半分まで
編んでいきます。6段目の編み終わりから裏にして鎖3つで立ち上げます。下の段のこの部分に長編み、鎖、長編みを編みます。下の段のこの部分に長編み、鎖、長編みを編みます。最後に下の段の鎖3つで立ち上げた3つ目に長編みを1回編みます。この繰り返しで編みたい長さの半分の長さまで編んでいきます。動画では約50センチの長さのリボンに仕上げたので、だいたい25センチくらいの長さまで編んできました。好きな長さまで編めたら糸は長めに残してカットしておきます。編み終わりのところから糸を引き抜きます。これで1本目が完成です。同じものをもう1本編みます。糸処理をしていきます。編み始めの糸を処理します。糸処理は編み目に響かないように長めに通しておけば、どこを通しても大丈夫です。糸を通し終わったら糸はカットしておきます。編み終わりの糸は一つはリボンを縫い合わせるときに使うので残しておきます。もう一つの編み終わりの糸は使わないので、編み目に響かないように長めに通して糸処理をしておきます。2本を縫い合わせていきます。裏と表が分かりづらいかもしれませんが、こんな感じになっていれば裏と表が合っています。この状態で縫い合わせていきます。縫い方は特に決まりはありませんが、1目ずつ糸を通して縫い合わせていきます。反対側に来たらもう1往復ぐらいしてしっかり縫い合わせておきます。縫い方は何でも大丈夫です。しっかり
縫い合わせることができたら、編み目に響かないように長めに糸を通して糸処理をします。糸を通し終わったら糸はカットしておきます。完成です。お疲れ様でした。サイズはだいたいこのくらいになります。ぐるっと巻いて1回結ぶだけでもほどけづらそうです。シンプルなのでリボンが苦手な方にもお使いいただけるかなと思います。他にも端からぐるぐる巻いていって留めるだけでも可愛く使うことができます。もし他のアレンジ方法もありましたら、ハッシュタグペコチャンネルでシェアしていただけるととても嬉しいです。リボンのヘアゴムの作り方はショート動画でご紹介する予定です。今後も日常で使える編み物をご紹介できればと思いますので、もしよかったらチャンネル登録お願いします。さらに編み物について詳しく知りたい方、わからない時に質問したい方はメンバーシップにご登録いただくと安心です。いつもいいねボタンやコメントをいただきありがとうございます。動画の感想やリクエストなどありましたらコメントいただけると嬉しいです。お待ちしてます。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録お